こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、爽やかで可愛いイラストですよね。リキさんの作品でタイトルはヒーローの出番です。表情や動き、背景や表情の対比で、スカイの元気で明るい性格と爽快感、何よりも二人の関係や絆を表現できるよう描きました。その感覚やイラストを描く楽しさ、作品愛が先生や見ている人たちに伝わりましたらとても嬉しいです。スカイの髪と空の色が近いため同化してしまうことも含め、全体的に人物と背景のメリハリ等があまり出せていない部分と、動きが硬い印象があるので、その部分を特に自分では気づけない部分、先生がこうすると良いと感じたところがありましたら添削お願いします。とのことです。はい、まずですね、作者のリキさんですが、かなり形を取るのも、指揮感も良くてですね、直すところがね、あまりないなと思いました。二人のね、キャラクターが手を繋いでいる状況っていうのも、これね、結構難しいと思うんですけど、手の繋ぎ方を見ていてもすごくうまく描けているので、それも含めてね、かなり目がいい方なんだなっていう風に思いました。本当に素晴らしいです。ただね、本人が気にされている部分として、ソラちゃんのこの髪の毛と背景の色が似通ってしまっていて同化している部分、あとそことか動きが硬い印象っていうところも気にされていますね。いやーでもこれもですね、すごく的を射た指摘なんですよね。僕が思うにですね、このイラストが今の時点でいまいち見栄えがしないっていうのは、もうほんのちょっとのボタンの掛け違いみたいな部分が3つ重なっているからです。1個目はご指摘の通り、背景とソラちゃんの髪色が似通ってしまっていること。で、もう1個は、ましろちゃんとソラちゃんの角度が割とですね、この画面中央に対して一直線に近い形になってしまっていること。それをですね、もう少しだけこんな風に角度をつけてあげると動きに関しては解決しそうです。でね、もう一個は、これはすごく簡単に解決できるんですけど、でもね、すごく大きい問題として、キャラクターの目線ですね。ソラちゃんの目線が、いまいちましろちゃんを真正面に捉えられていないこと。それと、ましろちゃんの目に関しても少しね、問題がありますね。この大きく分けて3つを改善することで、このイラストは一気に見栄えがするようになっちゃいます。順番に解説していきますね。はい。まずね、空晴れわたーるちゃん。キュアスカイの方から添削していきますね。まず最初は構図を少し調整します。やってみます。はい。キュアスカイの方を少し大きくしつつ、2人をちょっとだけ回転させて角度をつけてみました。動きに関しては結構これだけでね、改善されるんじゃないかと思います。っていうのは、添削前はさっき言ったように、画面中央でね、割と直線的なラインを描いていたんですが、これを角度をつけることによって、少しだけですけどね、こういう感じのラインに変化したと思います。動きを感じるにはね、このラインの変化が重要なんですね。あともう一個だけね、動きを強調するために、後で工夫しようと思うんですが、一旦これで十分だと思います。このまま進めますね。はい、それとですね、タイトルにもあるように、彼女はヒーローを目指しているので、すごく頼りがいのある元気な笑顔が描けていて良いんですが、もうね、どうしてもこの目線が気になります。こうしましょう。添削前は黒目がまん丸に近い印象でした。でもこれだとですね、正面から見た時と同じなので、横顔なのに目は正面みたいな、そういうね、違和感が発生してしまいます。それを防ぐために黒目をね、平べったく変形しました。そうすると横側、もしくは画面奥の方を見ているように見えるんです。あとね、すごく細かいことなんですが、割と最近は横から見た時の黒目のライン、わざとこんな風にちょっとへこませて描くのがトレンドですね。実際はですね、眼球はこんな風に膨らんでいるので、リアルに考えたらね、こんな風にへこませるのはちょっと変な造形なんですが、あえてこうすることでちょっとシュッとしていて、すっきりとした印象を作り上げることができます。この辺はね、流行り廃りがあるので、時代によっても変化する部分ですね。さて、目を調整したので、口周り、それと顎周りについても少し調整を加えていきます。やってみます。
はい、ちょっとね、口が大きかったのと、あと首周りですね。ここも少し太すぎたと思います。リアルな人体描写を得意としている人は、デフォルメした時にね、首がどうしても太くなりすぎることがあるので注意が必要ですね。それとですね、目を前に向かせたことで、耳の位置も少し気になる位置になってしまいました。ここを違和感がないように調整していきます。はい、こんな感じ。横顔を描くときは、耳の位置は、このね、首の真上に持ってくるといいと思いますね。こうすることで、角度的には違和感がないように仕上げられると思います。さあ、顔パーツの角度を見直してきました。これですね、何も力さんに限りません。正面は想像しやすいんだけど、それを横にした時にどう見えるのか、それを想像するのって多くの人にとっては難しいことだと思います。僕もね、今さも当然のように指摘していますが、僕も横顔はすごく苦手でしたし、普通はね、こうやって指摘されながら、徐々に得意になっていくものです。なのでね、あまり気にせずに先を見てくださいね。さあ、角度の調整がまだ続きます。このね、髪飾りもですね、ちょっと正面を向きがちですね。これも調整していきましょう。はい、髪飾りの角度も調整しました。あと横を向いた時に、ここのですね、後頭部の厚み。ここね、意外と重要です。ここが足りないと、顔がね、不自然に平べったい印象になってしまいますからね。そこも調整していきましょう。はい、こんな感じ。あともう一個だけね、角度調整します。このね、胸元のパーツ。これもちょっとだけ正面向きすぎな感じですね。角度調整してみます。はい、こんな感じです。胸元のアクセサリーもね、少し大きすぎたので小さくしました。で、ここからは仕上げです。さっきもうちょっと動きを追加する工夫ができるって言いましたよね。ここでそれを追加しますね。あ、めちゃめちゃ簡単なことです。こうします。はい、画面下の部分にですね、ここからつながるツインテールの先っぽをくるんと追加しました。こうすることによって、さっき説明したこのラインに、こういうラインが追加されます。このね、動きが追加されることによって、目線がね、こう逃げずに、こんな風に帰ってきますから、画面の中を視線が循環して、動きを感じる絵になるわけなんですよ。ね、これ結構使えるでしょ？あとはキュアスカイの色がそもそも背景と似通っていることはしょうがないので、より差別化できるように色をちょっとだけ工夫しましょう。まずはこうです。はい。真っ白なハイライトを要所要所に入れてみました。これでキャラクターが一段階浮き立って見えます。それと浮き立たせた分、逆にですね、色を沈めた方がいいところもあります。沈んでいるところと浮き立っているところ、この色の違いがはっきりしていた方が、絵はメリハリがつきますから、このね、浮き立った分、沈めるところも重要なんですね。やってみます。はい、特にね、絵の下の部分。
リボンとか手の先っぽとか、あとはスカートですね。ここの色を若干ですが沈めてみました。こうすることで、ここがね、暗くなりますので、より顔周りに目が行きやすくなって、絵がより立体的に感じられるようになるんです。さあ、キュアスカイの方の添削はこれぐらいです。次は真白ちゃん。キュアプリズムの方を添削していきましょう。こっちはですね、さらに微調整に近いです。さあ、どこを添削していくかなんですが、僕ですね、こっちの方もちょっと目が気になりました。若干右目と左目のインパクトが左右でね、ちょっと違うんですよね。その原因は何かというと、単純にね、右目の方がちょっと大きめっていうのがあるんですが、特に注目してほしいのは、このですね、黒目に入っているハイライトの大きさですね。このハイライトが右目の方が若干大きいんですよ。これだけでですね、引いてみた時に、ほら、なんかね、違和感が出てきちゃうんですよね。なので、左右の目を同じインパクトになるように調整を加えていきます。はい、こんな感じです。目の左右の大きさは、正面顔を描くときには左右で揃えるのが重要です。いや、これですね、かなり繊細な作業なので、実際難しいんですが、気合と根性で打破してくださいね。スカイランド真剣はい、打破できましたね。次行きます。はい、ちょっとだけですね、口も大きい気がしたので、口もね、少しすぼめます。はい、こんな感じ。それと、キュアプリズムの動きとしては、多分ね、空を舞っているような動きだと思うので、髪の毛もね、若干ふわっと上に持ち上がっていた方が動きを感じるかもしれません。やってみます。はい。こんな感じ。ね、これだけでも動きって感じられるようになるでしょ？あとね、これ細かいパーツにありがちなので気をつけてほしいんですが、このですね、髪の毛のこの先端のハートマークのパーツ、これが遠目で見ると少しね、線でごちゃごちゃしてしまっているような印象なので、もう少し線を細くしたりして、ハートが見えやすいように調整してみましょう。はい。こんな感じですね。細かいパーツは遠目で見た時に線で潰れてしまってないか確かめてみてください。意外とね、大事なポイントです。あと、キュアプリズムは特に光をね、線にした位置にいるので、前面を少し影にしてあげると、手前にいるキュアスカイとの距離が表現できますし、見やすくもなると思います。やってみます。はい。服の前をね、少しだけ影にしてみました。あんまり印象は変えたくないので、ほんのちょっとですね。で、さらに、これはね、ちょっと反則技なんですが、キャラクターと背景が同化しちゃった時に使える技があります。それが、これです。はい。キュアスカイの方の輪郭の外側にふわっと白くぼかしを追加しました。こうすることで背景から強制的に浮き立たせることができるので、すごく効果的な方法です。困ったらこれも使ってみてくださいね。さあ最後、背景の調整です。背景で添削するのはもうほんのちょっとしたところです。まずはこう。はい。空にグラデーションを追加してみました。上に行くに従って明るく、下に行くに従って暗くしました。下をね、暗くすることで、明るいカラーリングのキュアスカイとの差別化ができますよね。さあ、雲も追加していきましょう。
はい、雲はですね、これはブラシによる違いですが、キャラクターをはっきりと塗り分けているとしたら、背景は少しボケ足があるようなブラシで描いてあげると、キャラと背景、差別化ができて効果的です。これだけでもね、キャラが浮き立って見えますよね。あと、キュアプリズムは光を背負っているので、このね、後ろに太陽がある想定だと思います。それを表現しようと添削前でもこんな風に、ほら、光の線が描かれていました。これね、発想はすごくいいんですが、ただちょっとだけ細くて分かりにくかったので、もう少しこれを自信を持ってですね、太くしてみましょうか。はい、こんな感じ。リキさんが考えている絵作り。すごくね、センスがいいですし、方向性は全然間違っていませんので、自信を持ってダイナミックに表現してみてくださいね。さて最後に光をもう少しだけ強調していきましょう。はい、こんな感じでレンズフレア効果を活かしつつ、さらにこうですね。はい。最後に光の粒を追加してみました。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。はい。右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？これそんなに変えてないのに、印象かなり良くなったでしょ？もうね、ほんの少しのボタンの掛け違いだったんです。はい。今回の添削は主に3つのポイントに着目しながら添削しました。まず最初は動き。キャラクターに意識的に傾きをつけることによって動きを強調できるというのが一つ。そしてね、目線ですね。特に横顔の時には黒目はね、かなり潰した楕円にすることで画面奥の方を向いているように見せることができます。そして3つ目は色ですね。背景の色が似通ってしまっている時には、下の方を暗くして調整したように、明暗差を利用してメリハリをつけてみてください。キャラの輪郭に白いぼかしを追加したことも効果的でした。はい。ということでいかがだったでしょうか？今回は、広がるスカイプリキュア、二次創作のイラストを添削してきましたが、そもそもキャラを描くのが苦手。頑張ってもなかなか似ないっていう人もいると思います。そういう時には、こちらの動画、二次創作のイラストうまく描くコツ7選がおすすめです。興味があれば、こちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後に、あのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。